でもね、何でもかんでもつけたらダメなんですよ。美味しくないやつにまで札つけたら、今度ね美味しくない記憶がまた分厚く残るからあれ結構慎重にしないと怖いんですよ。派手さを言うとね、美味しそうって思うけど、でも今大体みんなそんなに数食えやんっていう人はやっぱりそっちのお肉食べた方が僕はええんちゃうかなと思うしね。昔みたいにね3回転4回転もお店しなくなったじゃないですか、コロナがあってからね。でその時に1回転のお客さんに、例えばじゃあ1皿2皿食べてもらって帰られてしまうと、やっぱなかなかお店も売り上げは伸びないじゃないですか。だから1回転来たお客さんにきっちりと美味しいものを食べてもらって、でもね皿数をね頼んでいただく方がやっぱり今は効率がいいのかなと思うんですよね。そっちの方が一番いいと思う。焼肉食いたいなと思った時にそこ、うちの名前、うちで言うたらうちの名前が出るようになるべくはしとんねんけどね。この前初めて初めて買って、この12番で12番やってんけどね。せやけどそんなに12って言ってもそんなに言うほどサシがブワーってある肉じゃなくて、肉醤も濃かったし、もも系はやっぱりちょっと物足らん点はあるけど、ただ逆にサシが入っとる中でちょっとそのうまみっていうか、その油がこうとろっていうのはあんまりなかったから、逆に飼育日数を長くしたらそれが出るんかなと思って。でそれがあれ30ヶ月やったで、32、3にしたらちょっとそういうのが出てくるのかなと。それとあともう一つは僕のそのずんぐりむっくりみたいなそういう牛の方のが僕はちょっと好きかなっていうのがあってね。それはなぜかっていうと、僕も長いこと肉屋さんしとる中で切りやすいお肉とか使い勝手がええお肉っていうのは大体こういうお肉やなっちゅう、その僕の勝手な理想があって、そういうのが加藤さんどこでそういう牛が買えたらいいかなと思って。昔はそのずんぐりむっくりっていう言い方の牛はほとんどそうやったんですけど、今もう血統もあってやっぱり大きくしたいし、うちはそこがそう僕のちょっと今悩みの種で、そういうの作っていくと目方張らんじゃないですか。そうですね。それで大きいのを売った方が加藤さんのがね、いや美味しい牛でその血統で系統があって、うちでもその自家産でその繁殖始めてるんですけど、小さい牛には小さい牛をつけて安産でいきたいもんで、そういう田尻系の小さい血統なんですけど、肉醤サシもよく入るしとか、そういうのが今今度見てもらう牛なんですけど、あんまり僕らで言うとでかすぎるとその回転率が悪くなるので、そうすると今度加藤さんとかもう何ヶ月後に出来上がる、でもうちまだ肉があるでかいやつやとね、そういうのでちょっとご迷惑かかるとこがあるとすると、小ぶりでそういう僕のやつやと回転率僕ええかなと思ってね。やっぱし今のこのフレームがでかいがたいがでかい牛を小さくちょっと餌を食い込んでるのに、少なめとか、そういう食い込まない牛で、作って出来上がってまうと、その肉に張りがないと、その元から血統的に小さい牛を選んで、それを結局は餌なりを大きい牛でも小さい牛でも食い込まないと肉の張りっていうのは出ないですよね。食わない牛って枝肉見てもバラがねだらーんと長いんですよ。やっぱりしっかり食った牛っていうのは三角バラのとこ見てもぐっと詰まって太いんですよ。これよう食った牛なんだろうなってやっぱ思いますもんね。今のうちの血統でそこ行こうと思うと、やっぱし肉屋さんが言うには500キロ超えないとっていう肉屋さんもいるので、500キロ超えないとダメって言われるんですか？言われますね。マジで？その血統によりますけど、うちもその気高系と富士吉系、田尻系つけてないんで。つけるもんではないでしょ、買ってくるもんでしょ。つけたらリスクめっちゃあるしね、女性生まれた人が。それは困りますけど、1産目のやっぱし母牛のこと考えると難産ちょっと怖いんで、つけたやつが今出てくるんですよ。それがちょっと小さいもんでうち的に困ってて、それが稲垣さんの言うちょうどずんぐりむっくりのこうくるっとした牛になってるんでお願いしようと思ってます。いや頑張ります。
ただ血統の情報をねちょっとそれ今自分も反省点ではあるんですけど、血統の情報を走らせすぎて、僕らも飼うのはメスが多いんですよ、ね、メスが多くてこの血統いいねっていう情報がね例えば誰かと共有するわけじゃないですか、だけど大体そういうのの裏側にオスが生まれた時にもうチンチクリなやつできたりするんですよ。そうこれね繁殖農家泣かせちゃうんであんま言わん方がいいなと僕最近めっちゃ思ってます。それメス生まれりゃいいよ、だけどオス生まれた時にもう肩のとんがった牛できたりね、馬みたいに細くなった要は幅のつかないちょっと馬みたいに鹿みたいな牛できるじゃないですか。その時にあんま言わん方がええなと思うんですよ僕は。もうあれもうちで引くまで持っていけば一貫で買えばなんとかものになるんですよ。だけど元牛で巨勢を産んに行こうと思った時に田尻系っていうだけで値段安いとか、もう牛見て買ってくださいみたいなとこあるんですけど、出入り毛低いからね。そうですね、やっぱどうしても辺はそこがもう今300キロ超えないと格子で出入り毛1から 1.1 っていうのが今主流ですね。そうですね。うちは逆にもう1までのやつ、0.98 ぐらいを買ってくるんですけど、攻めてますねだいぶ。それこそ買い直しじゃないけど臭く忘れれば後はいけるので。でも元牛めっちゃ大事ですやっぱり。元牛に例えば肺炎した、ちっちゃい時にこじらした肺炎って、結局それの重系統にもよるんですけど、それがね肥育に行ってからも、結局やっぱそうかやっぱこうなったよなってあるじゃないですか。あります。あるやっぱり油がカッサカサになったりとか、なんかどっかで食べた餌のね栄養度の吸収率がめっちゃ悪くなっとることがあるんですよね。そういうのはやっぱりありますね。でもそれね正直真空の上からじゃね、結構ごまかされちゃうんですよ。だから僕らもごまかされて、買わされてたこともあったんで過去に。だから僕はですよ、僕はあんまり他者から部分に買わないです。でさらに真空になった状態で物の良し悪しは僕見ずに、枝肉とその枝肉の前、で牛見たら大体どんな枝になるか分かるんで、そこですね僕が見るのは。生きとる間で大体分かるんです。分かるやっぱり。すごいな。僕はでもそうですよね。そうですね。うちの牛やとこういう牛はこんなんだろうなっていう枝になった時の想像はつきますけど、多分加藤さんがどっかのお肉屋さんにね500キロぐらいのじゃあ12点ちょくれって言われたら、ある程度選べるはずなんですよ。そうですね。そしたら僕もできるし。ほんでね僕今そういう牛を選ぶようになったきっかけも一つあって、それこそ昔僕肉屋として全然ビギナーだった時に、やっぱりビギナーってやっぱり買い手の人たちに迎合することが一番楽な仕事なんですよ。迎合してどんなのがいいですかって言ってそれに言われたものを単価と品物合わせて持っていくっていうのが一般的なんですよ。今でもそれは一般的ですよ。で僕もビギナーの時はそれやってたんですけど、それやるとね、もう牛屋さんまでそっちに流れてきちゃうんですよ。要は加藤さんみたいな牛屋さんって本当はどんな牛が理想なのっていう理想像を持ってらっしゃるんですよ。こうこじんまりしてな米俵っていうの持ってらっしゃるんですよ。だけどもそれじゃビジネスにならないの分かってるんで、買い手に合わせた500キロアップの牛も作られてるはずなんですよ、おそらく。だから僕は最近よく言うのが、農家さんがのんなゴリゴリの牛を作ってるじゃなくて、僕は肉屋さんがそうだからって言って牛屋さんに作らしちゃってるんだろうなと思うんですよ。今700キロとかの枝も出てきたじゃないですか。そうですね。いよいよ、あれも僕は肉屋さんが作らしたもんだと思ってます。そうですね、完璧に。そうでしょ。そんなの理想でいけるなら理想でいくわやったらじゃないですか。そうです。血統も選び方もそうですよ。やっぱし見た目も田尻系好きなんで牛らしいっていう。もう今日の思ったら良太郎が買っときゃいいですよ。良太郎もいます。良太郎は経済性の高い牛なんで、あれは別に牛に罪はないですよ。それはないですけど儲けやすい牛なんで。もうそこら辺の血統が多いですよね。多い。太郎ってつくやつめっちゃ多くないですか。多いです。太郎は造体系が多い。直太郎とか。直太郎。そう。本当そうですよね。金太郎もそうですね。長崎金太郎ってあります。長崎。長崎もちょっと入ってますね。
今幸代かな。僕好きなんですよ。あ、そうです。油塩と肉塩がいいから、もう繁殖に回しました。いいんじゃないですか。結構バリバリの気高やったので。ちょっと何の話でしたっけ何の話から脱線しましたっけ。負けやすい構造の中に入っていくのが僕嫌だったんで、で結局迎合していく先にね、指し物ってやっぱりビギナーの人たちが分かりやすく売れるから分かりやすく買うんですよ。そうなるとね、競りでもう値段上がっていって、こう上の方でチキンレースが始まっていくんですよ。チキンレースがね、どっちが押し切るかみたいな。だけどそういうその霜降りバリバリのロースって売る時になったら下のチキンレース始まるんですよ。それぐらいやったらどこどこがなんぼで持ってくるでとか言うんですよ。だから買う時上のチキンレースなのに、売る時下のチキンレース始まるの、商売のその摂理としておかしいだろうと思って。この間上がっとったサーロイン罰ゲームで上がっとったら、めちゃめちゃ分かると思って。罰ゲームなんですよ今だから。罰ゲームなんですか。ロースね、ロースバシバシのロース。例えば今日このメンバーだと僕が一番若手になるんか。例えばね、じゃあ4人で焼肉食べました、真っ白なサーロイン出てきます。みんなもう40、50代じゃないですか。僕一番若い僕にね、お前若いから食えるやろって言って回ってくるんですよ。いやいやもう無理だって。そういう経験をするんですよみんな。で僕らは本当にそのさっき言ったようにロースが売れない時代に突入してきたんで、僕らは。そういう罰ゲームを受けた回数が多くて、やっぱ面白いですよね。人間ってね、体で受けた嫌な思いってトラウマとしてね、めちゃくちゃこびりつくんですよ。だから海で溺れました、プールで溺れましたってなったら水が怖くなるじゃないですか。ね、ああいう真っ白な肉、もちろん美味しいやつもあるんですよ。美味しいやつもあるんだけども、真っ白な肉が出てきた時に真っ白な見た目がトラウマになってることだったら、それすっごいこびりつくんですよ。もうダメってなるんですよ。食べる前からダメになっちゃうんですよ。今そういう世代の子がみんな多いよね。だからもうタンハラミになっとるんやと思う僕は。でもね、考えていいと思う。タンも根元食ったら油めっちゃ入ってるんですよ。あれは一口目に食うからまだ成立してるだけであって、あれがね、じゃあね、4皿目5皿目に食ったら絶対きつくはずなんですよ。僕はいつも思うんですよ。誰がねタンを1皿目に食べるって決めたのって。もうみんなそうですもんね。その焼肉屋さんで言うと、タレもんを網を汚してほしくない。だから塩もんから始めていくから、タンがまあ大体皆さん頼まれるからタン塩から焼いて、次タレもんを食べて網を変える、鉄板を変えるっていうのがで、そのタン塩から食べるっていう。だから今度試してほしいんですけど、タンとかね終盤に頼んでみてほしいんですよ。タン元とか上タンとか、絶対しんどくなるんですよ。もちろんその焼肉食べる時ってやっぱりその皆さんね、気分が高揚してて、楽しみでワクワクするじゃないですか。でそのワクワクした気持ちで焼肉屋行きました。でそのワクワクして口がもうワクワクしてもううずうずしてるとこにタンが一口目入ってきた時、それは美味しいって感じるってと思う。一皿目にめちゃくちゃ美味しい、もうその縦バラでもいいわ、サーロインでもいいわ、めちゃくちゃ美味しいやつ、それ出してみて、そしたら絶対それがお客さんの印象に残るからって話。そう。株式会社稲垣では飲食店向けの卸販売と他では教えてくれない仕入れやお店作りのアドバイスをさせていただいております。 LINE 公式アカウントで登録していただくとサービスの内容がご覧いただけますので、この機会にぜひお友達追加の方をよろしくお願いします。だからその一口目の感動を僕タンに取られるのが腹立つから、一皿目にめちゃくちゃ美味しい、もうその縦バラでもいいわ、サーロインでもいいわ、めちゃくちゃ美味しいやつ、それ出してみて、そしたら絶対それがお客さんの印象に残るからって話。